こんにちは、東京ベジライフです。今日は日本での生活の中でゴミを減らす20のアイデアをご紹介します。今日は私が日常生活の中で実践しているゴミを減らすアイデアを20個ご紹介したいのですが、その前にまず日本のゴミ事情について少しお話しさせてください。YouTube ではゼロウェイストリビングだったりレデュースウェイストといったトピックの動画がたくさんありますが、その大部分が欧米のもので日本とはちょっと事情が異なるところがあります。欧米と日本で特に大きく違うのがゴミの処理方法です。欧米ではもちろん場所によってばらつきはありますが、ランドフィルという埋め立てがゴミ処理の主流になっています。缶や瓶などのリサイクルもの以外のゴミをそのまま土に埋めてしまうという方式なので、生ゴミや紙ゴミといったものは時間をかけて土に帰っていく可能性が高いんですけれども、プラスチックゴミというのは時間が経っても分解されないので、欧米ではプラスチックゴミをどう減らすかというところに重点が絞られている場合が多いです。一方で日本はというと、地方自治体によって分別の細かさは違うと思うんですが、基本的にはリサイクルもの以外は燃えるゴミとプラスチックゴミに分別されています。プラスチックは理論上はきちんと分別されていればリサイクルされるはずなのですが、やはりちゃんと分別されていないということが多いですし、あとは日本でプラスチックゴミを全て処理する能力はないので、その大部分がインドや東南アジアに輸出されています。そういった国々できちんとリサイクル処理がされている場合もありますが、やはり法規制が緩いということがありますので、リサイクル処理に関わっている人たちが劣悪な環境で働かされていたり、あとリサイクル処理しきれないゴミが、海に流れ出すということも容易に想像できます。なので Yes、 プラスチックゴミを減らすことは間違いなく必要なのですが、日本の場合生ゴミや紙ゴミは燃えるゴミとなるので、ゴミとして出されるとそのまま燃やされて、その排出ガスが大気汚染につながるということがあるので、プラスチックゴミを減らすことは重要なんですが、紙ゴミや生ゴミを減らすことも同じくらいかそれ以上に重要だと思います。前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、それでは実際に私が行っているゴミを減らす20のアイデアを4つの R に分けてご紹介していきたいと思います。具体的なアイデアに入る前に、まず最初にぜひ行っていただきたいのがゴミ監査です。ゴミ監査というのは、ゴミの日にゴミを出す前にその内容・量をチェックすることです。生活パターンは人それぞれなので、消費するものが異なれば出すゴミも違ってきます。なのでゴミをチェックすることで、どういったゴミをどういった頻度で自分が出しているかをまず認識することが重要です。ゴミの中身をチェックしながら、ついでにきちんと分別ができているかもチェックしましょう。日本では黙っているとどんどん使い捨て用品をくれてしまうので、自分で必要なものは持って行って断ることが重要だと思います。私の場合、出かけるときは食事をしたときに口を拭く用の布巾、手を洗ったときに拭く用のハンドタオル、マイマグ、エコバッグ、マイ箸、緊急用に除菌シートを常にバッグに入れています。これで割り箸、紙ナプキン、使い切りのおしぼり、ペーパーカップ、レジ袋など必要のないものを断ることができます。私はコーヒーを毎朝飲むのですが、以前はコーヒー屋さんで豆を買ってきてペーパーフィルターで入れていました。今はコーヒー屋さんに行くときに瓶か袋を持って行ってパッケージフリーで豆を購入し、フレンチプレスを使ってペーパーフィルターなしでコーヒーを入れています。コーヒーの他に1日の中でハーブティーを入れて飲むのが習慣になっていますが、以前はティーバッグを買って入れていました。今はルースリーフやスパイスを業務用の大容量で購入し、使いやすい量を瓶に入れ替えて気分に合わせてブレンドしながらお茶を入れています。家にいるときはそのまま飲みますが、外出するときは魔法瓶に入れて持っていきます。コーヒー、お茶の他に食事の時には炭酸水を飲みますが、以前は小さなペットボトルに入ったものを箱買いして毎日ペットボトルゴミを出していました。今はソーダストリームという炭酸水メーカーで炭酸水を作っています。ソーダストリームはカートリッジがディスポーザブルではなく、使い切ったら新しいものと交換になるのでゴミが出ません。
以前は食事の時に口を拭いたりテーブルを拭いたりことあるごとにティッシュを使っていて、お料理をする時もペーパータオルをよく使っていました。今は小さな布巾をたくさん用意しておいてティッシュやペーパータオルの代わりに使っています。以前はスーパーに行くたびにレジ袋をもらってきていました。そのもらってきたレジ袋ですが、皆さんはどう使っていますか？私はゴミ袋として使っていました。毎回お料理をするたびに生ゴミをレジ袋に入れたり、ゴミ袋にレジ袋を入れて、それをゴミの日に大きなゴミ袋にまとめて捨てていました。今は冷凍庫の一部を生ゴミ専用にして貯めておいて、大きなゴミ袋に直接入れてしまうので、毎回ゴミを出すのに何枚もプラスチック袋を一緒に消費していたのを大きな袋1枚にしました。我が家では毎日旦那さんが仕事に着ていくシャツをクリーニングに出していたのですが、1枚1枚きれいにプラスチックに入れてくれて、毎週かなりの量のプラスチックゴミになっていたので、家での洗濯、アイロンに切り替えました。アイロンは慣れずに最初は苦労しましたが、まあまあ上手になってきました。前回の動画で野菜の賢い冷凍保存術をご紹介しましたが、野菜や調味料がダメになってしまう前に冷凍してしまうことで、捨てる野菜の量がぐんと減ります。またお料理の残り物も次の日に食べないと結局食べずにダメにしてしまう可能性が高くなるので、次の日に食べないなと思ったらすぐに冷凍してしまいましょう。実は数日前のおせち料理も大部分が事前に作って冷凍してあったものでした。お料理の時に出る生ゴミの大部分は野菜の皮ではないでしょうか。野菜の皮は実はたくさん栄養があるので、私は人参や大根などなるべく皮を剥かずに調理し、皮を剥くときは皮をお漬物にしたりしています。また朝作るスムージーはキウイやレモンなど超音波清浄機できれいに洗ってから皮を剥かずにそのままスムージーにしてしまいます。私はオーツやドライフルーツ、ナッツなどを以前はなくなるたびにスーパーなどで買っていて、毎日消費するものなので結構な頻度で買ってその度に袋を捨てていました。今はネットで業務用サイズのものを買って使いやすい大きさの瓶などに入れ替えて使っています。業務用サイズで買うと普通のサイズよりもお安くなるので経済的で一石二鳥ですね。日本では全ての野菜がきれいにパックされて売られていることがほとんどですが、昔ながらの八百屋さんやお豆腐屋さんで買い物をすることでパッケージフリーで買える可能性が高くなりますし、お豆腐は防腐剤などが入っていない新鮮なものが買えます。パッケージフリーの究極は自家製です。私は豆乳やいろいろな発酵食品を家で作っています。すべてゼロから作ると大変ですが、豆乳メーカーやヨーグルトメーカーなどの便利な機械の助けを借りて作ると簡単にできるものがたくさんあるので、ぜひトライしてみてくださいね。欧米にはパッケージフリー、量り売りで食品を買えるお店があるようですが、日本ではそういった場所はなかなかないので、パッケージ、包装された食品を買うことになります。日本でパッケージに使われているプラスチックの容器や袋は密閉性が高く丈夫なものが多いので、私は洗って繰り返し使っています。チップできない袋に入って売られている商品を入れるのに使ったり、業務用サイズで買ったものを入れるのに取り出しやすいサイズの容器として活用できます。食品の保存に便利なプラスチックラップは以前かなり使っていましたが、今は電子レンジには100円ショップのシリコンシートを使い、野菜の保存には繰り返し使えるプラスチック袋を使い、食品の発酵などには布巾を使っています。外出するときにマスクをする方は多いのではないでしょうか。私も外出するたびにマスクを使って捨てていたのですが、今は布製のマスクに切り替えて洗って繰り返し使っています。マスクのように使い捨てるのが当たり前と思われているもので、生理用品があると思います。私は使い捨ての生理用品の代わりに月経カップと布ナプキンを使っていますが、月経カップはかなり楽で、毎回生理用品を買うことを考えるとすぐに元が取れて経済的なので、とてもおすすめです。自分で作れるものでかなり簡単にできるのでおすすめなのが歯磨き粉です。ココナッツオイル、食用の重曹、食用の発火オイルを混ぜるだけで OK で、ちゃんと歯はきれいになりますし、シンプルな味で個人的には普通の歯磨き粉よりも好きです。
瓶、缶、古紙など自治体が回収しているものの他に、スーパーで回収されている牛乳パックや食品トレイがあります。トレイは回収対象のものが限られているので、トレイがついた食品を買うときは、回収対象のトレイに載った商品を買うようにしています。自分にとってはいらないものでも、他の人にとっては宝という場合もあります。私は以前はいらなくなったものはバンバン捨てていたのですが、前回の断捨離ではブランド買取サイトやリサイクルショップ、また寄付を活用していらないものの処理を行いました。また最近この白いホーローケトルを買ったのですが、新品ではなくネットでセカンドハンドのものを買いました。ここまで見てくださってありがとうございます。今日はゴミを減らす20のアイデアをご紹介しました。我が家で消費しているものをベースとしているので、皆さんに全部は当てはまらないと思いますが、簡単にすぐに実行できるものばかりなので参考になれば嬉しいです。ヴィーガンライフの一環としてこういった環境に優しいエコ生活のアイデアもこれからシェアしていければと思いますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは See you next time!